強制的に闇落ち。塗装失敗がシャット。カラフルなのが見えてた方がゲーム半分でいきたいな。チケット発売が昨日からちょっと汚いんだけど、この量ですよ。これすっごい楽しい。黄緑の効果絶大。すごい汚い。ぴょこ特撮改造エキシビジョン。さあこんにちは、パウチでございます。今日も改造していきますよ。今回のターゲットはまたまた E トライダーシリーズ。これまたいつも通り複製したガブの上顎を使うんですが、これがね、前に一回お試しで100均で売ってるお湯丸っていうね、熱いお湯にさらしとくと柔らかくなるっていうものがあって、それでこれギューッと押し付けて型取りをして、レジンで複製してみたというやつなんですけど、だからあんまり成功じゃないんですね。ちょっと汚いんだけど、でもまあまあ使えるかなーっていうので取っといて、いよいよ今回使えるなと思いました。ということは綺麗なものではないということがお分かりいただけますね。今回ガブに食べてもらうライダーはまさかのアナザーエグゼイド。いや素晴らしい。アナザーにまで手を出していきますよ。だからアナザーはもういびつなのが売りやから、これちょうどいいなと思ってね。いやこれを使える時が来るのはね、嬉しいですよ。失敗したなーと思ってたからね。はい、というわけでいびつな感じ、ちょいグロな感じかなに仕上げていけたらなと思います。チャンネル登録またの方今すぐポチッとお願いします。ウォンネスウォンネス。ちょっとアナザーっぽい感じ。ウォンネス。さあ初めてのアナザーということで気合い入れて楽しんでいきます。そして石ノ森章太郎先生、今日1月25日お誕生日おめでとうございます。最後まで見てね。さあ行きましょうか。まずアナザーエグゼイドを見てみますと、ほぼプレデターなんですよね。この辺のシミの感じとかも、顔の四角っぽいマスクの感じも、あと髪の毛もうほぼプレデターです。どうも編集中のパウチヘンパウです。ちょっとここでデザイナーさんの知識入れとこうか。アナザーエグゼイドがプレデターにめっちゃ似てるっていうことなんだけど、これにはちゃんと理由があるんですね。理由というか面白いつながりがあって、まずプレデターをデザインしたスタン・ウィンストンさんっていう人がいるんですね。その人がたまたま日本に来てる時にチェンジマンの副官ブーバっていうキャラクター見て、あ、これかっこよってなってプレデターのデザインに取り入れたんですね。でその副官ブーバをデザインした伊豆淵豊さん、この人は副官ブーバもそうだしアナザーライダーシリーズも全部デザインしてんの。だから順番で言うと伊豆淵豊さん、スタン・ウィンストンさん、伊豆淵豊さんっていうね、こう時代を経てね、なんか受け継がれてるというか、受け継ぐじゃないな、なんか繋がってんのよ。日本のものがアメリカに行って、それがまた日本に来るって、これね、逆輸入っていう言い方するんですよね。デザイナーやクリエイターっていうのはお互いの作品に影響し合ってね、直接的な関わりのあるなしはさておいて、いい刺激をもらいながらみんな何かを生み出してるっていうね、こういう話グッとくるわけですよ。ということで本編戻ります。だからアナザーエグゼイドの画像をしっかり見ながら、脳の隅の方でプレデターも意識してやっていきたいと思います。僕エイリアンとかプレデター大好きですからね、来たぜって思ってます。でまず最初何をするかというと、メガネっぽい部分ね、目の周りから始めていきましょう。使うのはバンガシャットですね。これガシャット何でもよかったんですけど、うちにある塗装失敗ガシャットっていうかこれを使っていきます。でなんとなくのニュアンスをお見せするとこんな感じですこんな感じで作っていこうかなと思います。でこれを2つ、この目がちょうどメガネみたいになるように重ねないといけないので、ここがぶつかってて邪魔ですね。だからまずここぶつかる部分を削って綺麗にしたいと思います。分解しましょう。ガシャットもビス多めやねって言っても楽勝に開くけどね。この辺の中身は、まずこのボードは必要ですね。そしてこのボタンもあった方がいい。このボタンもあった方がいいってことで、ほぼこのままにした方がいいかな。改造スタート。このスピーカーはいらないので切っちゃいましょう。で、こっちは表面を使うんだけど、こっちは必然的に裏面になるので、ここ電池蓋外れないようにグルーガン、この周りにね、適当にね、ビチャーっと、ダンと固めちゃって、これでいいでしょう。これ本当はこの裏面いらんぐらいやねんけどな。いらんな。ちょっと分厚くなるもんな。だからこれ半分でいきたいな。ここ切り取ろうか。持ち手パーツをニッパーで外して整えて、じゃあここだけグルーガンで留めちゃえばいいね。ここは薄くしとこう。こうやってスッキリさせときましょう。基板もスッキリさせる。でこの辺のスイッチ類は全部グルーガンで。そしてこの反対側、反対に使うこっち側だけなんだけど、ここがこうなっててほしいんですよね。裏面だとなんかちぐはぐになって、そのちぐはぐさってアナザーといえどもやっぱり気持ち悪いなと思うので、ちゃんとするところはちゃんとして、いびつにするとこはいびつにしてっていうのでね、メリハリバランス大事ですから。グルーガン塗って接着。これでくっついたね。ちょっとバランスが悪い気もするけど、
はい、ちょっとお知らせです。3月7、8、金、土に僕の初めての個展、パウチ回顧展っていうのをやります。で、その午前中、両日とも10時半から12時半で時間をとって、僕のトークライブ&ファンミーティングというのをやります。これも初めての試みですからね、ワクワクドキドキですけど、まあ参加してくださる皆さんと楽しい時間を過ごしたいなと思ってます。で、これのチケット発売が昨日から開始されてます。チケットのみの発売と T シャツも期間限定で同時販売します。これ、僕が書いたキーレックスっていう、まず生物なんだけど、この T シャツを早めにゲットすると、当日会場に着てこれるっていうね。当然僕とお揃いになるわけですね。で、T シャツは全部で8色。サイズ展開も結構豊富にあるので、まあ、小さいお子さんから僕みたいなわがままボディでもね、全部対応できると思いますんで、パウチのトークライブ&ファンミーティング行きたいなと思ってくれてる方は、ぜひ動画概要欄とコメント欄の一番上、固定コメント用意しときますんで、そこの URL から飛んでみて。いやー、楽しみですね。お待ちしてます。ぴょこさて、ここからは2つのガシャットの合わせ目を考える。ここはね、左右綺麗にきっちり真ん中で切るよりも、どっちかの分量が多い方がいい感じのいびつさが出ると思うよね。だからまあまあ、この辺ちょっと切ってみようか。まずお試しで軽く切ってみましょうか。どんな感じ？ああ、割といい感じですね。もうちょい切ってみるか。そうするとこの電池ボックスに踏み込んでくるな。電池ボックスも加工しなあかんか。もっとシンプルにいきたいんやけどな。この辺は溶かそうか。ハンダコーティングじゃーっと思い切って溶かします。潰していきます。合わせてみると黄色の加工が全然足りないね。さらに加工を始めてみたけど、いやこれもういいか。もういいか。もういいか。もういいや別に。もういいや別に。ああ、切っちゃったよ。取っちゃった。途中でめんどくさなって。そこまでこだわるほどここいるかと思って、このプレートね。どうせ上足見えへんもんな。ああ、良くなってきた良くなってきた。一体感が生まれてきたね。でも、なんかこの辺がでもちょっと当たってんな。これもうええか、ここ。もうええわ、これ。外しちゃえ。いらん。こんなんいらんな。コーティングで少し溶かして。これでいいんじゃないかな。メガネになってるんちゃう？真ん中一本ビスドメイ。はい、こんな感じ。ちょっとメガネっぽくなった。で、勢いも出たね。よしよしよし。これで進めていこう。及川さんというガチのイラストレーターの方が描いてくださった僕のシールデザインですね。いやー、激似合はやばいわ。そしてこっちは僕の顔が竜になってるというね。これもね、なんでかわからんけど僕の顔やねんな。なんでどうなってんの？どういうこと？及川さんありがとうございます。よし、じゃあ次はね、アナザーエグゼイドのこの逆立った髪の毛ね、これ作っていきましょう。で、これにはね、ゾイドワイルドのパーツが使えるんじゃないかなと思うんですよ。なんかまあ、トゲトゲパーツをとにかくたくさん使って、わーっとザクザクにすれば、なんか雰囲気出るかなと思って。ゾイドワイルドのパーツもね、最近、いっぱいもらったんですよ。すごい。ものすごい量いただいて、この量ですよ。これ、全部いただいちゃって。いや、もうほんと感謝ありがとう。で、この中からもうとんがったパーツを遠慮なしに使っていこうと思います。選ぶのも楽しいよね。あ、こういうのいいですよね。でもそうか、こっちなのか。こっちか。アナザーエグゼイドの髪の毛はこっちなんですよね。これ逆のものは使えないから、そうなると割と制限される。これはまあまあこんなんいいですよね。どっち向いててもいいから。あとこれなんかはまあピンクという点ですごく良さそうなんだけど、これパーツの形がもう良すぎて、これ他でもっと有効活用できそうな気がするんすよね。これは一旦置いとこうか。あ、これすごく良さそう。あ、めっちゃいいやん、めっちゃいいやん、これ。これは有効活用でしょう。って感じでパーツを楽しく選んで、じゃあちょっと端っこからなんかこうなるようにくっつけていこうか。グルーガンでパーツをこんな風にくっつけてどんどん増やしていこう。機械で動物を表すゾイドワイルドのパーツで僕は髪の毛を表すというね。これ面白かった。はい、今んとここんな感じです。塗装前のね、元の色バージョンっていうのも一定の需要があると僕は思ってるので、ここでたっぷりお見せしときましょう。いや、これね、すっごい楽しかったっすね。このいろいろ貼り付けて髪の毛を形成していくっていうね。最初ね、粘土で作ろうかなとか、あとグロッタさんの釜作った時みたいな SR ペルカ、ああいうのを使ってやろうかなとも思ったんだけど、もうゾイド見た瞬間に、あ、ゾイドやなって思い、なるほどな、ゾイドね、はあ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 、そうですかそうですかって思って、いや、やってよかったっすね。
すごいね。でもこれだけでもちょっと雰囲気なんかもうザクザクしたアナザー感出てますね。はい。じゃあこれがどういう風に変わるのか、塗装ブース行きましょう。まず全体をシルバーにします。で、今回のシルバーはあんまりギラギラのメタリックになってほしくないので、アナザーエグゼイド怪しい感じ出したいから。だからいつもみたいにスターブライトシルバーじゃなくて EX シルバーってやつ吹いてます。この髪の毛のところがね、もうザクザクしすぎて色が入っていかへんねん。めっちゃしんどかった。こんな感じ全部シルバーね。これはこれで綺麗よね。好きな人いるんじゃない？はい、ここからクリアピンク。マゼンタを吹いてもよかったんですけど、まあまあシルバーを活かすために今回はクリアピンクにしときました。で、このピンクも塗りにくいんだけど、まあ、貼り付ける前に塗装するわけにもいかんからね。どのパーツ使うかわからへんし、もうこれはしゃあないわ。お次は蛍光グリーン。もうこれでエグゼイドになったね。やっぱ黄緑の効果絶大なんよな。で、全然見えへんけど目の周りを黒くしてます。ごめんね、見えへんよね。これもスターブライトゴールドで目を金色にしてます。で、最後はシャバシャバに薄めた黒で艶出しと味出し。アナザーの場合、これマストですね。はい、こんな感じになりました。ちょっともう外暗くなっちゃって、なかなか画質も落ちちゃったんですけど、もう少しこのまま工程進めます。今日中にやってしまいたいことあるんでね。まずですね、アナザーエグゼイド見ると、口、すごい汚いですね。汚いっておかしいかな。怖い、ギザギザしてますね。なんかガチャガチャしてるというか。で、それを表現したいと思います。で、これはまあ、粘土で作ってももちろんいいと思うんですが、せっかくもらったゾイドのパーツがあるので、これを使いたいと思います。多分、バチーンとはまる。天下目のデータを PC に移すの忘れてて映像ないので飛ばします。ごめん。はい、こんな感じで牙がつきましたね。いい感じですね。怖い、ガチャガチャとした怖いですね。で、貼り付けたパーツの残りがこういうものなんだけど、これ何かわかる人いる？この先にザクザクザクって刃の部分がついてて、ゾイドで画像検索しても全然見つからへん。もうさっぱりわからへん。ゾイドじゃないのかな？誰か知ってる人コメント欄で教えて。さあ、続いてアナザーエグゼイド。この辺なんかいっぱい生えてますね。こう太めの髪の毛というかね、ドレッドヘアでもない感じの、あれはゲームする時のコードのイメージなのかな？医療器具のコードなの？まあ、多分ね、コードやと思うんだけど、違ったらごめん。きっちり調べてない。勘で喋ってる。まあ、プレデターにもこういうのついてますけど、髪の毛みたいなやつですね。それをつけていきたいと思います。じゃーん。これはですね、ハードオフでさっき110円で買ってきました。なんかゲームの接続の線かな？わからんけど。これを何本か、まあ、6本か8本か使って、下顎と連結させた状態で考えよう。初、下顎につけて確認します。おすげえ。いいね、いいね。天下目に見せながらコードを切ってますが、これもデータがないので飛ばします。で、またグルーガンブリブリっとつけて、で、この中に突っ込む。はい、まだ今2本しかつけてない。こんな感じ。で、これ全部つけたのが、はい、こんな感じでコードの髪の毛がつきました。結局全部で9本にしました。で、こう部分的に短くしたり長くしたり、先っぽにゾイドワイルドのパーツつけてちょっと装飾してみたりっていう感じで、まあ、細かいところは最後に解説しますんで、今は省いとくね。もうかなりアナザーエグゼイド感出てますけど、ここ、せっかくこのスペース空いてるんで、なんか貼りたいなと思って、こういうシール作りました。このシールはフォトショップで作りました。こんな感じで。まずはガシャッとスキャンするなりなんなりして、こうやってベースを作ります。左上には楕円形を作っときます。で、ここの空きスペースは気にしないで。楕円形の中に黒い丸を4つ配置。そして右下にはオレンジの丸。少し暗いグラデーションかけて、手書きのいびつな線を何本も入れました。アナザーエグゼイドの胸んとこの模様作ってんねんけど、これもう何かわからへんね。だから適当。こんな感じでさーって手書きや全部手書き。いびつな感じね。で、左上の黒丸の中に順番に青、緑、黄色、赤って作って、全体に軽くモザイクかけて色合いを落とす。怖いね。気持ち悪いね。で、その上に怪しい白い文字で、エグゼイド。これを Google スライドっていうアプリで大きさ合わせて印刷して完成。いつもごちそうのシールとか写真用紙に印刷するんだけど、これはツヤツヤじゃない方がいいなと思ったんで、普通の A4 用紙にしてみました。はい、こうなんですけど、ちょっとやっぱ安っぽいね。色あせた感じは出てるんだけど、あまりにもツヤがないのが不自然だなっていうので、はい、UV レジン、ちょっと UV レジン塗ってみましょう。竹串で全体に薄く広げます。ツヤツヤになっちゃうと困るんで、薄く広げます。よし、ライト1分いってらっしゃい。はい、少しツヤが出て、すごくいい感じになりましたね。よかったよかった。で、この片方だけシールっていうのがね、こう、いびつな感じに繋がってますね。アシンメトリー大好き。さあ、ここでね、もう完成目前なんですけど、どうしても気になる箇所が1個あって、それはガブの耳のとこなんですね。向かって左側は緑色が見えてるんだけど、右側がコードの髪の毛を張った兼ね合いで見えなくなっちゃったんですね。で、黄緑はやっぱエグゼイドの大事な要素で、アナザーでもしっかりと表現されてるので、緑色を増やしたいなと思って、ここの刃のすぐ
隣、ほっぺたでもない、なんていうんやこれ、マイナスのビスのところね。これ片方だけ緑にしてみました。これで緑要素が一応左右にそれぞれ入って、エグゼイドっぽくなったなっていうね、満足ですね。そしてね、いつも工業機械系の塗装するときに、最後にこのウェザリングカラーっていうのを塗って仕上げるんですよ。で、これ今まではべちゃっと塗ってティッシュで拭く、そうすると溝に入り込むっていうやり方をやってたんだけど、今回ちょっと思いついたので、ブラシマスターで薄めてエアブラシで拭いてみました。そしたら全体がくすんだ感じになって、エグゼイドのシールのツヤも消えて、最高の出来になりましたね。これはやってよかった。新しい発見でした。ちょっとテンション上がっちゃってはい、そんなこんなでいよいよズズズズズン完成でーす。ちょっとね、これいろいろ重くなっちゃって、あんまり口ガブガブ動かないんだけど、本来はこうやってガブガブしますよということでね。いやー、できましたね。アナザーエグゼイド。これであれなんじゃない？みんな、アナザーもいけんのってなったんじゃない何でもいけるで。パウチはいけるで。さあ、このね、髪の毛、結局取れてなかったので、中途半端にしか紹介できなかったので、ここで改めて、元の線がね、こういうものなんですよ。で、線を切ると断面がこうなってんのね。で、この断面をニッパーでこう先細りするように、要は鉛筆みたいな感じで、周りを削ってったのがこの辺の。だからこう線が見えてるでしょ。こういう赤い線とかも見えてるんだけど、こういうカラフルなのが見えてた方がゲームっぽいかなっていう狙いがあって、全部完全なシルバーにはしてないです。こっち側も同じね。そしてアナザーエグゼイドを見ていただくと、この真ん中2本だけすごい長くて、なんかトゲトゲバチバチしてるやつがあるんですけど、それを表現するために、カッターで切れ目を入れて、この黒いカバーを剥がして、で、中の電線を出して、広げて、ゾイドのサソリの爪ですね、ちょうどいいのがあったので、これをグルーガンで突っ込んで、部族の飾りみたいなね、そんな感じに仕上げました。で、後半で塗り直したここ緑。こっち側の緑と、こっち側の緑で、緑要素多すぎても良くない。やっぱりベースカラーはピンクがバチバチに目立つんだけど、緑色もちゃんと入ってるよっていうね。そんな感じで仕上げてみました。後ろ見るとこんなんですこれ当然展示会持っていきますんでね、みんな会場で確かめていただきたいなと思います。そして、これだけでは終わりません。アナザーエグゼイドごちそうバーンこれも作っております。抜かりなくやっております、私パウチ。元のエグゼイドごちそうを見習って、おどろおどろしい感じにしてます。で、文字はもうすごいわかりやすく、アナザーエグゼイドと書いてます。一番上は変身ベルトですね。で、本来のレジェンドライダーごちそうはここに変身ベルト巻いてるんだけど、アナザーライダーは変身ベルトじゃなくてあれ飾りなので、結局ライドウォッチで変身するから。だからこの腰のベルトのデザインはやめました。で、周りは大理石塗装ですね。これは闇菓子とテイストちょっと合わせた方がいいなと思って。本当の闇菓子は大理石塗装じゃないんだけど、闇菓子っぽいっていうことでね、大理石塗装紫で、アナザーライドウォッチ意識ですね。で、開くと、エグゼイドつってね。これも元のエグゼイドごちそうに習ってます。この左右の扉には手が書いてあったので、アナザーの手を書きました。これでもうアナザーシリーズも全部このテイストで作れますからね。じゃあちょっと食べてもらいましょうか、実際にね。試食です。でも音声はないので、もう後付けでね、編集で適当に足します。ガブッといって、こう食べるんですね。ガブ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 って。これで、わーって開いた。開きました。はい、そんな感じで、今回の動画も良かったなという方は、ぜひ、グッドボタンとチャンネル登録で僕パウチを応援してください。パク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 。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。ありがとう。いや、アナザー、な。めっちゃ面白かった。楽しかった。君が選べる選択肢は2つだけ。再生リストでガンガン見るか、他の動画を見るか、チャンネル登録して戦え。君が選べる選択肢は2つだけ。再生リストでガンガン見るか、他の動画を見るか、チャンネル登録して戦え。君が選べる選択肢は2つだけ。再生リストでガンガン見るか、他の動画を見るか、